それまで2000シリーズっていうのはすごい大ヒットした商品で、表示器としての基本機能を、満足して、それをどちらかというともう世の中のスタンダードみたいな格好にした製品ですね。でそれを超える製品を開発しろっていうことで本当に、一からの手探りでの開発スタートになりました。3000シリーズの革新的なポイントっていうのは今まで、機器の状態を表示したり、機器を操作するためのスイッチっていう格好だったんですけど、もっと工場全体とか、システム全体を、その表示器の前にいながらにして、監視したり操作したりっていうその操縦席ですよね。コックピットっていう考え方を、ハードウェアと、プロ EX っていうソフトウェアで実現したところっていうのが、革新的なところかな。当時の気持ちとしてはやっぱりね、ちょっと2人でスタートしたこともあってすごく不安はありましたけど、やっぱりいろんなことを考えていく中でとにかく、形ができ始めた時はすごくやっぱり充実した感じありましたね。ただやっぱりね全て一から開発することにほとんど近かったんで、そういう上での不安であったりとか、そういう部分があったんですけど、いろんな先輩方から、その辺を助けていただいて、で、なんとか、開発することができたという感じですね。これがですね、3000シリーズの時はありがたいことに、提案したアイデアはほとんど導入されてます。そういう点では、僕にとってはすごくいろんな経験させてもらって、提案してちょっとでもいいってなったら、採用してもらえるっていう楽しさはありましたね。それが一番技術者としての喜びですよね。でそれでお客さんに喜んでもらえればさらに嬉しいと。ソフトウェアもほとんど完成してくる中で、やはりちょっとどうしても仕様を決めきれてなかったところっていうのがやっぱり問題を起こしたりしてまして、それの対策っていうのに関してはすごいたくさんの労力を使いました。ユーザーさん使っていく上で、問題となりそうなところっていうのが、たくさん、出てきて、それを直すっていうところが非常にちょっと困難っていうか労力を使った記憶がありますね。それもチーム一丸になって、みんなで分担して共同っていうんですかね、協力しながら解決できた、リリースに至ったっていうところがやっぱり思い出に残ってますね。で、二度と同じ失敗をしないように次はこうしようっていう、その時はね300件近くあったんじゃないかなと思いますね。細かいものから含めて。そうですね、ES っていうふうに呼ばれてますね、エンジニアリングサンプルって呼ばれてました。フリーズしてしまうっていう内容で、24時間とか、動作させてると、突然フリーズしてしまうっていうような現象がありましたね。もう最終の改版の直前ぐらいに、それが解決できずに残ってて、でそれでだいぶ日程を押しましたね。急に見つかったっていうか、その解決に至ったっていうわけではなくって、想定されることを全て順番に、ここじゃないここじゃないって潰していくようなことをしてましたね。カスタムで作成した LSI の中の、電源層の、ノイズだったんですよね。潰していく中でやっぱりLSI の、製造メーカーじゃないんで、そこの疑いは、あったんですけど、これはLSI の、製造メーカーの協力を得て、でなんとか分かったっていうところですね。なんで確かに可能性としては、あったんですけど、最も、当たってほしくない可能性の一つだったんです。
修正が非常に難しいと。それは、LSI 内部を、変えるっていうことではなくて、外部の回路で、改善できる内容だったんでなんとかなったっていう、そうですね、見つけた時はこれに間違いないっていう確信までいったんですけど、それが完全に、解決できるかっていうところがまだ課題として残ってたんで、それはなかなかプレッシャーが抜けない項目でしたね。8001シリーズっていう世の中に一般的にパソコンとして売られるようになった走りなんですけど、その頃からパソコンというのはちょっと面白いものだなっていう中で、そこでもちょっと出てくるんですけど、アップルのマッキントッシュっていうのがあって、今までキーボードと画面でスクリプトタイプして命令を与えたりするっていうインターフェースから、マウスとアイコンっていうのを持ってきたのが、アップルさんだったんですけど、それ就職活動の時にデジタルの製品見たらタッチパネルで直接操作するっていう、これはすごく面白いなと思いまして、でどんなことをやってるのかっていうのをすごく知りたかった。そのマウスとそのアイコンだけでもすごいびっくりしたのに、これはすごい可能性あるなと思って、プロフェイスっていう会社を選びましたね。これからのチャレンジも含めてすごく、プロフェイスに期待してます。世の中を驚かせる製品を作れる会社やなと確信してますね。ProFace, for the best interface.